皆さんごきげんよう、上川カールです。今回取り上げる話題は、イスラエルによるイラン空爆について解説していきます。イスラエル側の発表によると、イスラエル軍は戦闘機数十機を用いて、イランの核開発関連施設や軍の施設、そしてそれらにまつわる科学者や責任者、軍首脳部などに対する攻撃を行ったとしています。そのため、イランの首都テヘランにおいても各地で爆発が発生、黒煙が立ち上っている様子がわかります。イスラエル側の諜報機関モサドの活動はかなり綿密に行われていたとみられ、軍の主要人物や核開発の主要人物についても今回の空爆によって命を奪われたと見られています。こちらはウラン濃縮施設が炎上している様子。施設の重要な部分については地上にはなく、ほとんどが地下施設に収められていると言われています。イスラエル軍の持つ地下貫通型の攻撃兵器はアメリカ軍ほどの性能がなく、今回の攻撃で破壊できたかどうかは確認されていません。ただ、イスラエルはたとえ破壊が今回の攻撃でできなかったとしても、必要な措置として今後も繰り返し攻撃する可能性を示しています。施設の炎上は夜が明けてからも様子を見ることができます。イスラエルはイラン側の反撃があるものとみなして、イスラエル国内に非常事態宣言を行っています。自分たちの方から攻撃しておいて、反撃があるからと国民には身構えるようにと通達する、かなりおかしな動きをしているわけですが、ネタニヤフ政権の狙いについては、この後解説します。今回の攻撃では首都テヘランの集合住宅なども攻撃を受けました。上層階が破壊されていることから、こうした攻撃は軍の関係者や核開発の重要人物などが住んでいたものと見られています。ただし、本当にこの場所だったのかどうかは、現時点においては確認はできません。現地からのレポートによると、巻き込まれた一般市民の数もそれなりに出ているようです。そのためイラン国民がこの攻撃をどのように受け止めて、どの程度の規模の報復攻撃を世論が求めるかは全くの未知数です。今回の攻撃では、イランの防衛革命隊の総司令官も死亡。また将軍も死亡、総参謀長についても亡くなった可能性ありと報道されるなど、軍の上層トップ3について居所を確認していたものと見られています。攻撃を受けた後のイラン側の公式な動き、イランの最高指導者、イスラエルを下劣な性質と非難、報復を宣言。イランの最高指導者ハメネイ氏は、イスラエルは厳しい罰を受けることになると述べ、報復を宣言した。ハメネイ氏は、直属の精鋭軍事組織、革命防衛隊の複数の幹部が死亡したと明らかにし、イスラエルは空爆により下劣な性質をあらわにしたと指摘した。一方、イラン軍報道官は空爆について、アメリカの支援を受けたイスラエルが実施したと指摘。敵は厳しい対応を待つことになると述べた。アメリカは今回の攻撃への関与を否定。イラン周辺の米軍拠点への攻撃を控えるよう求めているが、イランはアメリカにも責任があるとの立場を鮮明にした。経済的な影響は大きく出ます。ブルームバーグ、原油急進。イスラエルがイランを空爆。中東で新たな衝突懸念。原油価格が急騰し、一時 13% 上昇した。世界の原油生産の3分の1を担う中東地域で戦争が拡大するとの懸念が高まった。北海ブレント原油は1バレル78ドルを突破。日中ベースの上昇率としては、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年3月以来最大を記録。WTI は一時 10% 上昇した。安全資産としての需要も高まり、金価格も一時 1.7% 上昇。過去最高値に迫った。イスラエル軍の空爆によって、イランの軍事組織、国軍と革命防衛隊のその重要人物などが次々と殺害されました。これに伴って組織の混乱が発生し、今すぐにでも大規模な作戦を行って、イスラエルに対する報復攻撃を行うのはちょっと難しいでしょう。ただし、総司令官であるとか、総参謀長であるとか、将軍であるとか、本当にトップの人たちが殺害されている以上、報復の規模はそれなりに大きいものになる可能性が高まっています。ですから、報復が行われるということを前提として、原油価格の急上昇といったものも発生しているわけです。では、なぜイスラエルが今回イランに対して攻撃したのでしょうか。背景として言われているのが、トランプ外交の見通しの暗さです。トランプ大統領はイランの核開発計画をやめさせたいと考え、外交交渉を行っています。しかし今のところ進展は全く見られず、今後についても明るい展望は全く開けていません。また、イスラエルのネタニヤフ政権の脆弱さといったものも指摘されています。ガザ地区でのハマスとの戦闘、また隣国に展開する武装勢力ヒズボラに対する攻撃などもかなり行っており、
ある意味、戦争を起こすことによって現在のネタニヤフ政権は維持されています。しかしここ最近だと、ハマスの戦闘力は大幅に減退し、ヒズボラもまた反壊状態で、戦争をやめようと思えば、今のネタニヤフ政権はいつでもやめることができる状態です。しかし、軍事力を使うことをやめた途端に、国内の政局上、政権が崩壊する危険性もありますから、いっそのことこのまま戦いを続けようとしているのではないかという指摘もあります。イスラエルはイランに対する攻撃をアメリカに対して事前通告した可能性が言われています。今回の攻撃に際しては、トランプ大統領が前日にもしかしたらイスラエルが攻撃を始めるかもしれないという話をしており、この話の信憑性は非常に高いものです。しかし一方においてアメリカにしてみれば、わざわざ戦闘を発生させるというのを喜ぶような状況ではありませんから、今のトランプ政権がネタニヤフ首相を全くコントロールできていないということを明らかにしています。今回の空爆に際しても、アメリカの公式声明は、アメリカは一切関与していない、アメリカはイスラエルを支援していない、よってアメリカに対してどのような理由があっても攻撃しないようにとイラン側に通告するというような動きを見せています。しかし、イラン側の視点で考えれば、トランプ政権と外交交渉中にイスラエルが攻撃してきたのに、アメリカが止められなかったのはアメリカにも責任があるだろうという反論となっています。そのため、イラン本国から直接的に米軍に対する攻撃を行うのではなく、自分たちの傀儡勢力であるフーシ派やヒズボラといった武装勢力を用いて中東に展開するアメリカ軍に対する攻撃を行う可能性が指摘されています。一方でイラン本国に関しては軍首脳部を一旦入れ替えるといったことが必要なので、新しい陣容でイスラエルに対する攻撃を実施するでしょう。その際、どこを攻撃するか、どのくらい攻撃するかといった攻撃する前提でその中身について見る必要があります。例えばイスラエルの軍事基地も様々なところにあって、市街地に近いところやそもそも軍事施設を狙わずに一般市民に対する広く攻撃を行うといった方法もあります。しかし、これまででは双方の本格的な全面戦争へと発展しないために、例えば荒野の中にポツンとあるイスラエルの空軍基地に対する攻撃などに留めるといった方法なども今までは見られました。事態がエスカレートしない方法といったものも取られてきたわけです。ですから今後イランがどのような攻撃をどこにどのくらいの規模で行うか、その点について継続的に見ておく必要があるでしょう。そして今回の攻撃の問題点というのは、イスラエルの攻撃によって結局のところイランの核開発計画が後押しされる危険性が高まるということです。少なくともイランは表向きにはいつでも作れるぞみたいな話はしつつも、でも作らないぞとも同時に言っているわけです。なので、イスラエルが攻撃するようであれば、必要性が高まったんだから自分たちはやっぱり作るというような論法が立てやすくなってしまいました。イランの核開発関連施設は、そのほとんどが攻撃されることを前提とした地下施設に設けられていると言われていますから、今回の攻撃で生き延びていれば、当然のように着手すれば半年1年後には核兵器ができる可能性も生まれたわけです。あくまでも開発に着手したらの場合です。一方、この話題が中東の話だから日本とは全く関係ないと思っているのであれば、それは間違いです。今回最後に紹介した記事にもあるように、原油価格が大幅に上昇しました。この後イランの本格的な報復作戦というものが発生した場合において、またさらにイスラエルが攻撃する、報復するといったことが繰り返されるようになれば、戦争の常態化といったものが問題視されるわけで、原油価格は高止まりすることとなります。それは世界的に見ればエネルギー価格上昇によるコスト上昇による物価高といったものをもたらすわけですし、ましてや原油を中東に非常に頼っている日本にしてみれば、原油価格の上昇は経済に直撃することとなります。エネルギー資源を海外に頼り切った状態の何が問題かといえば、このような事態に陥った時に自分たちではどうしようもないところでコストが激しく上昇することです。現状輸入が完全に途絶するといったような状況ではありませんが、その前の段階においても大きな影響を受けることは無視できません。それだけに歯を食いしばってでも核融合発言に向けての開発投資を継続的に行ったり、もしくは全く別の道として
いかにして安く大量に水素を作り出すことによって水素火力発電所を普及させていくのかであるとか、研究開発といったものが必要だったりするのです。なお、今回のような国家間の戦闘が発生すると、すぐにでも第三次世界大戦へとつながるような話をする人がいます。しかし、そのような兆候は全くありません。むしろ、中東戦争という名称すらも今回は縁遠いものと見られています。というのも、他の国がこの戦闘に加わるかといえば、加わる可能性があるのはアメリカだけであり、その他の国は何ら関与しない可能性が非常に高いのです。例えば周辺の中東諸国において、今回の戦闘に何か関わる理由があるかといえば、どこの国においても全くありません。もちろん、全く何もしないというわけではありません。例えば、日本政府がよくやる移管法については、中東諸国も多く使うでしょう。例えば、イスラエルによるイラン攻撃はひどいものだねという話や、戦闘機を発して攻撃していることから、シリアやイラク上空を通過した可能性は十分あります。イラン側からイスラエルに対する攻撃を行うときも、どうやっても周辺諸国の領空を通るわけですから、そんな攻撃許可していないと遺憾だねという話はするでしょう。だからといって、イラン側についてイスラエルに対して攻撃する国があるとも思えませんし、逆にイスラエル側に立ってイランを攻撃する国というのも今のところは考えられません。アメリカが加わるかもしれないという話は、イランからイスラエルに対して攻撃してきた時に、巡航ミサイルや弾道ミサイル迎撃にアメリカが手を出すかどうかの話ぐらいで、それ以上の関与は望まないでしょう。そもそもトランプ大統領がイランを攻撃する気満々であれば、攻撃抑止といった話はしなかったはずです。もしも今後アメリカが積極的にイスラエルの攻撃に参加するというようなことが発生するとすれば、イランの大規模攻撃によって大勢の死者が出たような状況が発生した場合でしょう。従来のイラン側の攻撃からは逸脱したような大勢の死傷者が出ることによってアメリカの世論が湧き立つ可能性といったものもないわけではありません。そのような状況が発生しない限りは、イランとイスラエルこの2つの国の間での攻撃とその報復といった形で戦闘が発生し、中東全体を巻き込んだり世界全体を巻き込むような大戦争へと発展する可能性は非常に少ないと私は見ています。ただし繰り返しになりますが、そのような形であったとしても、産油国が集まっているこの地域で戦闘が発生していることそれ自体が経済的な悪影響を世界へともたらすことは避けられないのです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にお勧めしたり、動画を見終わった後の評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。